糸端を少し余らせて最初の輪を作ります。1段目、鎖編みを1目編みます。続けて長々編み4目の代わりに立ち上がりの鎖4目を編みます。先ほどの一番初めの鎖編みの裏山に長編みを2目編みます。続けて鎖編み2目編んだら同じ裏山にまた長編み2目編みます。最後に長々編みを1目編みます。針に糸を2回かけて指で押さえながら同じ鎖編みに針を入れます。長編みと同じ要領で2ループずつを3回引き抜いていきます。これで1段目の完成です。2段目はまず編み地をひっくり返します。そこから鎖編みを斜め編みましょう。次は隣の目に細編みを1つ編みます。続けて鎖編み3目を編み、鎖2目の隙間に長編みを編み入れます。また鎖編みを3回編みます。そして最後の長編みの上に細編みを1回編みます。もう一度鎖編みを3回編んだら鎖編み4目目に長々編みを1回編みましょう。糸は V 字の2本でなくてもいいので拾える2本をすくうのがおすすめです。2段目の完成です。3段目も編み地をひっくり返したらまず立ち上がりの鎖4目を編みます。次は隣の目に当たる鎖3目の頭に針を入れ、長編み2目、鎖2目、長編み2目をすべて同じところに編みます。次は長編みの頭に同じく長編み2目、鎖2目、長編み2目。さらに右から数えて鎖3目目に同じ編み方をします。そして下から数えて4つ目、先ほどの目の隣の目に長々編みを1回編みましょう。これで3段目が完成しました。4段目は鎖編み7目を編みます。
隣の目に細編みを1つして、次は鎖3目、鎖2目の隙間に長編み1目、鎖3目を編みます。長編み同士の隙間に細編みを1つ編み入れ、また鎖3目、長編み1目、鎖3目。次も長編み同士の隙間に細編みを1つします。もう一度繰り返しましょう。鎖3目、長編み1目、鎖3目。最後の長編みの上に細編みを1回編みます。そうしたら最後の鎖編みを3回編み、鎖編み4目目に長々編みを編みましょう。これで4段目の完成です。5段目は立ち上がりの鎖編みを4目編みます。3段目と同じく隣の目にあたる鎖3目の頭に針を入れ、長編み2目、鎖2目、長編み2目をすべて同じところに編みます。次は長編みの上に長編み2目、鎖2目、長編み2目を編みます。これを合計5セット編んでいきます。5セット目は右から鎖3目に編み入れます。最後に鎖4目目に長々編みを1回編みます。これで5段目も完成しました。この後は4段目、5段目の編み方を繰り返し、21段目まで編み進めていきましょう。21段目まで編んできました。22段目は今までと少し違う編み方をします。まずは鎖編みを5目編み。鎖2目の隙間に細編みを1つ編みます。また鎖編み3目を編んだら、長編みと長編みの隙間にも細編みを1つ。
これを繰り返していきます。これを端まで続けて編んでいきます。最後の41セット目です。編み終えたら鎖編みを3目編み、最後の長編みの頭に細編みをします。そうしたらもう一度鎖編みを3目編み、鎖編み4目に中長編みを編んで終わります。最後にもう一度鎖編みをし、糸を引き出しましょう。編み終わったのでこの糸は切ります。糸端を引き出し、根本の鎖編みを引き締めておきましょう。これでバブーシュカの本体が編み終わりました。次は2箇所の糸処理をします。編み始めの方は糸が短くなってしまったので先に針を通していきます。なるべく糸が密集しているところを狙って通しています。通せたら糸端をとじ針に通します。糸が通ったらとじ針を引き抜きます。同じ手順でもう一度糸処理をしておきます。残った糸端はカットしておきましょう。編み終わりの糸端も隠していきましょう。こちらは長さに余裕があるので針に糸を通してから隠していきます。なるべく糸が交差しているところを狙って針を通していきます。溶けないようにジグザグの方向に糸を隠しています。ある程度隠せたら糸を切ります。次は毛糸の色を変えて縁編みをしていきます。新しい毛糸を持ち、鎖5目の隙間に針を入れます。そのまま糸端を残しながら糸を編みつけます。ぎゅっと引き締めておきましょう。最初は立ち上がりの鎖編み1つ、続いて糸端を巻き込みながら細編みを3回編みます。次の鎖編み3目のスペースにも細編みを3回編みます。また次の鎖編み3目のスペースにも細編みを3回編みます。これをどんどん繰り返して端まで編んでいきましょう。次が最後の細編み3目です。これで一番長い辺が編み終わりました。続けてこのまま編んでいきます。鎖編みを1目編み、同じ角に細編みを2目編みましょう。
そしたら次は横の鎖編みと長々編みでできたスペースに編んでいきます。編みやすいように回転させたら、すぐ隣のスペースに長編みを7回編み入れます。7回編めました。次は隣のスペースに細編みを3回編み入れます。次は長編み7回。その次は細編み3回。これを繰り返して編み進めていきましょう。最後は長編み斜めで角に行き着きます。頂角まで来ました。次は1段目の編み始め部分に針を刺し、細編みを1回編みます。この後のスペースは長編み斜めから始めていきます。次は細編み3目。先ほどと同じく長編み7目と細編み3目を繰り返しましょう。最後の長編み7目を編んでいるところです。編み終わったら編み始めと同じスペースに追加で細編みを2回編み入れます。最後に一番最初の細編みの頭に引き抜き編みをして縁編みはおしまいです。このまま続けて片側の紐を編んでいきます。引き抜き編みをしたところから鎖編みを70目編みます。70目編めたら結び用の鎖編みをして糸を引っ張ります。糸を切りました。糸端を引き出したら結び目を作るように引っ張ります。もう一度結び目近くで糸端を切ります。今回は鎖編みに糸処理をしても糸端が飛び出してしまったので、糸端を結ぶだけのやり方にしてみました。反対側の紐も作っていきましょう。鎖編み1目の隙間に針を入れます。糸端を余らせて新しい糸を編みつけていきます。ここからまたストラップになる鎖編みを70目編みます。結び目用の鎖編みも合わせるので合計71目編みましょう。編み終わったので糸を切ります。糸を引き抜いてぎゅっと締めておきましょう。また余分な糸端を切ります。
編み始めの糸端を処理をします。同様のやり方でとじ針を通して糸を隠していきます。針を布地に通してから糸端を針に通します。通せたら針を引き抜きます。もう少し隠したいので、かぎ針を使って糸を通すことにしました。最後に不要な糸端を切ったら完成です。お疲れ様でした。チャンネル登録と高評価をお願いします。